OK かい？ OK かい？ババンババンバンバアビババビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンはあビバノノあなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。くーちゃんかわいいな。一生懸命食べてるな。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、にゃんこたちジャスティース。今日も塩入りのさゆでございますよ。ははい、たまちゃん。おいで。たまちゃんおいで。おいで。まちゃくん来るかな。まちゃくん。はい、まちゃくん捕まえたのにゃ。かわいこたまちゃくんない子ちゃんね。そんなまちゃくんのこと抱っこできてよかったよ。絶望って顔してるけどな。俺は今抱っこされたい気分じゃなかっ
ったのにな。こたつに入りたかったのにな。またか、みたいなな。ね、朝は甘えてくるのにね。なんで朝はめちゃめちゃ甘えてくるのに、夜はこんな感じなんでしょうかね。おきにさん、ジャスティス、藤子さん、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。抹茶くん、おけけがさらさらだね。話やな。おきにさん、まさる我慢中の、なんだろう、見えない、図。老眼がひどいな。で、ゆりたんがよく騒ぐんでしょっちゅう騒ぐんでさ、また騒いでんなーなんて思ったんだけど、もしかしてご飯がないのかと思ってみたらさ、ご飯なくて、それで騒いでたんだってな、今日2回ぐらい。ちょこっとしかあげないからね、あげても食べないとあれだからと思ってさ、なくなったらあげようと思っててな。で、気づくといつの間にかなくなってて、それでなんかどう騒いでたみたいでな。今日は2回ぐらいゆりたんに催促されてご飯あげたんだよね。だからカリカリだけじゃ釣れないかもしれないし、今も乗せてやんないと釣れないかもしれないと思ってな。今日はちょっと遅刻しそうだったけれども、シーバを出してたよっていう本日の遅刻の言い訳でございました。はい、どうしようかと。ね、今日は日曜日で、寒いからね、今日もなのかな。今日は寒かったね。寒かったけど、でもヒーターは、さっきな、ライブ用にちょっと前につけたよっていうね、感じで。で、買い物には今日も行かなかったっけな。さつまいもだけ買ってきたかっていう感じかな。そう、今日はね、うーちゃんがまた痙攣の発作を起こしてな。この前発作を起こしたばっかりなのにさ、なんか最近ちょっとおかしいなと思ってたら、やっぱりな、今日ね、朝の発作起こしちゃってな。一日なんかうろうろしてた感じだったね。おきにさん、ご飯をあげても食べない時があるんですね。そうなんだよね。前はほら5匹いるからさ、食べないとね、食べられちゃうからっていうので、ご飯あげればね、しっかりきれいに空っぽになるのでさ、ね、で、1日3回っていう感じ、2回3回、働いてる時は昼はあげられないから。朝晩っていう感じでさ、あげると全部食べてくれたんでね、よかったんだけどさ、なんか最近はね、年取ってから食欲がなんかあるんだかないんだかっていう感じで、あげてもね、なんか食いつきが悪くって、なんかでじわじわ食べて、で、いつの間にかなくなってるみたいなね、そんな感じ。お気に入りさん、さつまいもは年中無休。まあそうなんだけどね、焼き芋買いに行くのもちょっと寒いしなと思って、で、最近はご飯ダイエットっていうのし始めてからなんか干し芋が食べたい感じだったんでさ、で、焼き芋もな、1本買うとさ、300円ぐらいしちゃうわけじゃん。で、今日はさつまいもが30%引きのシール貼られてたらなと思ったんだけど、貼られてなかったんだけど、1袋300円ぐらい、要はその焼き芋を買うのと、焼き芋1本買うのと、ね、で、さつまいもの1袋1個買うのと、値段変わんねえよなと思って、じゃあこれ買ってね、作った方がいいかと思って、今日は割引にはなってなかったんだけど、このさつまいもがね、結構でっかかったんで、いいかと思ってさ、で、それ買ってきて、で、蒸してね、で、夕方ぐらいになっちゃったんだけど、いいかと思って、ね、スライスして、干す、干し網っていうのかな。
それに並べて、で、まあ夜も、まあ別にいっか、こんだけ寒いからね、と思って、外に今も出しっぱなしでな。で、さっきちょっと食べたい気がする。ちょっと食べたい気がすると思って、窓開けてね、その網から、ちょっと取って、食べましたっていう感じ。計算でも、痩せてもいなそうだから大丈夫ですね。はい。痩せないね。お気に入りさん。極上の欲しいもを求めてバイクで高速に乗って茨城へゴーしたい入ってみてください。茨城やたら欲しいも推しだからな。もう何なのっていうぐらい欲しいも推しなんでね、ちょっと受けるっていう感じなんでね、ぜひ茨城に行って欲しいもをゲットしてみてくださいっていう感じかな。欲しいも作って、で、あと何したっけあと何したっけご飯食べたことぐらいしか覚えてない。あとはまあね、次出かける先の天気をさ、ね、そろそろ晴れてくれるかなと思ったわけよね。全国的になんかさ、雪とか雨とかみたいだけど、まあもうそろそろね、天気回復してるんじゃねえかなと思って期待して、で、その日東京はさ、晴れてあったかいんだよね。やったーと思って。晴れてあったかいんで、やったーと思ってね。あ、そうだ、でも行く先がまたね、雪とかだったらどうしようもないもんなと思って。ただまあ時期が時期でしょ。で、行く方もね、東日本だからさ、行く方も行く方だしさ。いやー、どうかなと思って、奇跡的に晴れててくれと思って頼むっていう感じで、天気予報を検索してみたら、まあ、ダメだ。雪だ。で、X でさっき調べてみたらさ、なんかね、記録的な雪っていうのがまだ今日もね、続いてるようで、いや、これダメだと思って、もうなんだよみたいな感じで、もう全然行く気しなくてな、もうどうしようかっていうところで、ちょっと作戦練り中みたいので、今日は一日終わったんですよね。状態でございました。てったまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もしぶとーくやっておりますよ。お気に入りさん、てんたまさん、飛ばしたか。気温が4度以下ぐらいだと、冷蔵庫と同じですね。ああ、そうなんだ。冷蔵庫って4度か。そっか、凍らないもんね、冷蔵庫ってね。干し芋を作るのに良さそうなの。だからさっき外から取ってきたその干し中の芋、キンキンに冷えて、キンキンに冷えておりましたね。冷やし芋になってたよ。てんたまさんこんばんは。ギーさん。小松は寒そうでしたよね。ね、なんかそれよりも寒そうだった。記録的なね、大雪。いや、もうこれ、全然観光なんかできないと思ってさ、参ったねって感じだね。ねえ、テンタマさん、キーボードの上に豪快にカレーこぼしてやった。大変みたいねって思うよね。そう、すぐタヒにたくなるからな。カニタさん、ジャスティス、こんばんは。もうそば、今日はココアかなんか飲んでるのかな。なんか美味しそうだな。テンタマさん、お気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん。テンタマさん、それ厳しいですね。ね、なんかカレーとお汁粉どっちが厳しいカレーとお汁粉どっちが厳しいか、どっちもまあ厳しいか。ね、カレーはカレーで油だしね。でもほら、お汁粉は汁、もう思いっきり汁だしさ。
ベタベタになるしさ。なあ、ほら、さゆりさんがね、キーボードにおしるここぼした言ってたじゃんか。どっちがあれがね、私もコーヒーを豪快にこぼしたことあるけどさ、まあ、こぼしたっていうか、コーヒー飲もうとして持ってたんだよね、このパソコンの前で。で、時々ほら、猫飛んでくんじゃんか。だから、まっちゃんにね、激突されて、だから持ってたコーヒービシャーってかけてな。ただ、幸い砂糖とかミルク入れてないから、まあ、まだマシだけど。電化製品にさ、水ぶっかけるって、もう終わったと思ったんだよ。これ終わったなと思ったんだけど、まあまだ使ってっけどな、みたいなね、状態でございますね。バニタさん、ジャスティスこんばんは読んだんだっけ。それ、厳しいですね。ね、彼、厳しいな。ね、テンタマさん、キーボードの掃除しながら見てますのでなんかパンク直しながら見てたりな。キーボード掃除しながら見てたりな。ありがとうございます。みたんさん、てんたまさん、どんまい。どんまいってどっから来てるんだ？どんまい、あれ、どんまいだったっけ？なんかすげえ昔から使ってる言葉、マジか。マジっていう言葉、なんか江戸時代からなんかもっと前かわかんないけど、昔から使われてたよって話だったよな。どんまいって、なんかさ、どういう字書くんだろうって今ちょっと思ったわけ。お気に入りさん。なんかそういう寒い時にラーメン食べたり、ホットココア飲んだりするのが逆に好きな BB、バイクバカです。そうそう。だから冬のね、まあいいところっていうのはそういうあったかいものが美味しいと感じるところぐらいかなって感じじゃん。あとはにゃんこがまあこたつに入ってるからな。すぐに触れる位置にあるっていうの。夏になると天然バラバラでみんなね、どこ行っちゃったんだろうって感じになるけどさ、冬になると一ところに固まっていくからな。それがいいかなって感じ。てんたまさん、カニタンさん、どんもです。お気に入りさん、カニタンさん、こんばんは。てんたまさん、白いキーボードなので黄色が残ると、嫌なんですよ。確かにな。カレーは黄色残りそうな気がするよね。うちも白いキーボードだからな。と、カニタンさん、お気に入りさん、こんばんは。カニタさん、ドンとマインド。そっか、日本語ではないのか。日本語ではないから、じゃあ漢字じゃないんだ。ほら、なんか、ドン、マイが米かなって。米ばっか食ってかな。米のことしか考えてないんで、なんか米かなって思ったんだけど、違うな。キーさん、ドンとマインド、そっか。米じゃないんだ。どん米じゃないんだ。どん米かなと思ったんだけどさ。あと何だったかな。キーさん、米のどんまいも良さそう。だから、そう、どんまいだと思ったんだよね。違ったね。ねどんだけ食べ物のことしか考えてないんだって感じな。そうでね、行った先でどう過ごすかっていうことでさ、YouTube 見てたらさ、まあみんなほんとさ、皆さんよく食べるよね。食べ歩きとか言ってさ、食べ歩きつってもさ、そんなに食べんのっていうくらいさ、ほんと皆さんよく食べるからさ、すっげえなぁと思うんだよね。だって1個の店でさ、だいたい2000円ぐらい使ってんだよ。で、5軒ぐらいはしごすんだよね。そんな食べれるみたいな。いやーって思っちゃうね。そんな食べれないもんなって思ってさ、じゃあどうしよっかっていう感じなんだよね。と、のきんさん、米米クラブ的な感じ。ね、米米クラブって
なんで米米クラブなんてさ、名前つけたのかなってね、思ってたんだけど、知ってる人いますかね。嬉しいですよ。ジャスティス、小松は宿泊はされてないのですか？はい、されてないですよ。日帰りでございますよ。毎度おなじみ。日帰りでございますよ。で、あとは何があったっけ？食べた分のエネルギーを消費する前に、次を食べちゃうから帰る頃にはマッチョ。そうなんだ。そうなんだ。食べるだけで消費しないからさ。よくにさん、今日はチリ産のサーモンがお安くなってました。そうなんだ。サーモン、チリ産ってどうなんだ？ノルウェーサーモンだっけはいいんだったっけ？なんかね、外国のは良くないみたいな話だったよな、そういえばな。チリ産はどうだったのかな？あと、なんだったかな？何があったかな？あ、そういえば天城風ありがとうございました。野菜ブイヨン。大変助かります。ちょうど、もうなくなってきちゃったなと思って。まだないわけじゃないんだけど、だいぶ減ってきちゃったな、また次買わなきゃな、なんて思ってたんでね、大変助かりますっていう感じな。だから味噌汁作るのにさ、だしの代わりに野菜ブイヨン使っちゃってるわけよね。だからまあたまにっていうかまあ野菜スープとしてもまあいいし、でね、そこに味噌入れれば味噌汁だわ、みたいな感じで、もうずっと野菜ブイヨンで作っちゃってんでね、だしを。減りが早いんだよね。だから、もうないわ、みたいな感じだったんで、助かりました。まだまだトマトも1個199円だし、安定してるのは納豆くらいですよね。そっか、納豆はそんなには値上がりしてないんだったっけね。そうだね。トマト、そういえばさ、あれ、なんだっけ。プチトマトってもう売られてないっていうのをさっき見てさ、知ってましたみたいのをさっき見たんだけどさ、知らない？どういうことと思って。ね、プチトマトはもう売られてないとか言って。まあ確かになんだっけ、ミニトマトとプチトマトと2種類あるみたいな、なんかこの前そういえばこのライブ中に読んだんだっけ？なんかあったよなと思ったんだけど、なんか何がどっちでどうだったのかって違いが結局あんまりよくわかってなかったんだけど、まあそれで、ミニトマトは売られてんだったかな。で、プチトマトは売られてないらしいね。知らんかった。そうなんと思ってね。どう違うのか私には分かんなかったんだけどさ。テンタムさん、ニャイスブイヨンね。カニタンさん、食べ歩きの YouTuber さんで、毎回、一回り顔が大きくなってる人がいて、いるよね。反面教師です。そうそうそう。だからね、最初に、その動画を見たときは、まあなんかね、もっとほら、前からやってっちゃうか。で、その時、初期はそんな太ってる人ではなかったんだよね。で私が見た時はもうすでにちょっと丸くなってる感じだったんだよ。でね、なんか太ったから痩せなきゃみたいなこと言ってて、確かに。確かに丸いね、みたいな感じだったんだけど、で、そのチャンネルがなんか急にガーンって伸びたみたいでさ、もう再生数とか結構すごいんだよね。伸びたね、みたいな感じだったんだけど、でもそのサムネがね、最近出てくるサムネが、まあ、でかい。ね、チャンネルも伸びたけど、ね、体も大きくなりましたねっていう感じいるよな。だから、小柄でさ、すごい食べる人って、ね、どうなってんのかなっていう
感じよね。大食いの人も結局吐いてるっていう話じゃんか。だからそういう感じなのかなって思うよな。てったまさん、カニタンさんの沖縄動画、今夜見ます。おきにさん、藤子さんに食材をお届けして、ぽっちゃり藤子大作戦してます。ありがとうございます。よっしーさん、米は、備蓄前放出を急ぐとのことで、買いだめしている仲介業者が慌てて販売するかどうかで値段が決まるらしいです。ああ、そういうことをしてるんだ。アニタンさん。てんたまさん、ありがとうございます。てんたまさん。ワッキーさんとかダイエットで痩せたのにまた太った。ね、そうなんだよね。一時的に痩せてもな、戻っちゃうね。戻るどころかね、なんかね、太りやすい体質になっちゃってるからな、ダイエットするためにな。もうどんどんね、さらに上回っちゃうよな。おきにさん、米の流通の問題があるんですね。そうなんだよね。米の流通の問題があるんですよね。きにさん、藤子さんの天城府の米がすべて品切れになってます。そうだろう。だから私が、あそこにバーって入れた時は、まだあったんで、まだあったから、カゴに入れられる状態だったんだけど、もう昨日の安江さんの動画以降なのか知らんけどさ、ね、2025年から2年間ね、耐え忍んでくれて、その後は良くなるからって話でな。備蓄をしてくださいっていう話だったからさ。まあね、で、あとほら、米がなくなるっていう米問題があったから、だからその安江さんの動画きっかけではなかったかもしれないけどね、まあ、米騒動が今年も起きますよって話だから、みんな米はね、片っ端から買い漁ったんじゃないかなと思うよね。なんだっけ、アマゾンのタイムセールみたいなのもあったんだっけ。だから多分それでなくなったんじゃないかとは思うんだけどな。ね、そんな時にね、お米ダイエットとかやっていくから、ダイエットになっていくかどうか知んないけど、お米ダイエットとか始めちゃったからな、米の消費が、ね、そんな時にもかかわらず、いつもよりもね、消費量が倍になっていくからさ、倍以上かもしんないみたいなな、ね、そんな状態でございます。キーさん、米は不足してないのに、買いだめ。業者さん困るな。おしさん、今年の新米の20万トンが、仲介業者が買って高くなるのを待っているそうです。そうなんだね。天太さん、地元のおいで米。昨年の今頃は5キロ1980円だったのに、昨日見たら3980円になってました。そうそう、なんかね、値段がね、倍ぐらいになってんだよね。やっぱり米の値段をチェックしてる人がいて、まあ、米だけじゃないんだけど、なんか物価のね、上昇をウォッチしてる人がいて、それの動画を見てたんだけど、米のね、値段がさ、1年で倍になってんだよね。いや、すっげえな。そうなのかと思ってね。いや、さすがにね、高いね、みたいな。で、やっぱりね、米騒動のチャネリングした人の動画を見てたんだけど、まあ今後もやっぱりね、今後もというか、これからもっとお米は貴重品になっていくと。だからね、みんなが、お米を大切に、してくれるよと。ただまあ、お米の魅力はそれだけね、見直されるというか、なので、お米がなくなるっていうことはないみたいな感じだったかな。で、小麦とかも、なんかこれからアメリカ
とかの小麦が全然取れなくなって、で、日本のその小麦とかも見直されるんで、だから値段的には小麦とかの方のが安くて、お米の方のが高くなるよっていうなんか話だったらしいね。けんたまさん、くら寿司も今月からさらに値上がりしましたね。ああ、そうなんだね。ねえ、なんかどんどん値上がりしてるみたいだもんね。私ほら、あんまり行かないから、そもそもがいくらだったのか知らないんでさ。ただまあ昔は回転寿司といえば一皿100円だよねっていう感じではあったけど、で、私が初めてくら寿司行った時は一皿120円だったかなだったんだけど、なんかね、で、そういうもんかと思って利用してたけれども、なんかもともとやっぱり100円だったかね、だったらしいじゃんか。それが一皿20円も値上がりしたんで、なんかもういけないみたいなことになってきたけど、まあ確かにな、回転寿司で一皿120円ぐらいかねって思うけど、それよりさらに値上がりされると、もうね、なんかリーズナブルな、お寿司屋さんっていうわけではなくなってくるよね。普通の、なんだろう、ファミレス的な感じのレストラン的な、ね、位置づけになってくるかなっていう感じだよな。キニさん、農家さんの収入が増えて農業事業者が増えるのであれば、多少の値上がりも納得しますけどね、それが違うんだよね。そうはならないんだよね。農家は全然儲かってないんだよね。おきにさん、今日は声優でラスト1個のネギトロ丼が3割引きでゲットしました。おめでとうございます。ね、そう、だから3割引き、3割引きじゃないか。なんだっけ、この前スーパー行って、平飼い卵が20%引きのシール貼られてたんで、もうやったーと思って買ったんだけど、ただそこは、20%引きのシール貼ってくれるところは、引かれて、270円ぐらいだったかななんだよね。で、普段買ってるマイバス、うちの目の前にはないんだけれども、他のマイバスには平飼い卵売ってんで、で、そこでいつも買うんだけど、そこが、割引はないんだけど、270円ぐらいだったかな。だから、あ、なんだと思って。シール貼られてるからやったと思って、ね、ウキウキしながら買ったけど、結局値段一緒かと思って、じゃあわざわざ寒い中で、遠くのスーパーまで行かなくても、まあいいやっていう感じでね。だから、ただね、卵の大きさがちょっと違うんだよね。その割引のシール貼ってくれるところの方が、卵がね、ちょっと大きいんだよね。だから食べ応えあるっていうのかな。でね、前バースの方はね、なんかだんだんちっちゃくなるっていうのかな。なんか大きい時もあればちっちゃい時もあったかなって感じだったのが、なんか最近すげえちっちゃいなと思って、てかそうだ、昨日なんかね、お腹は空かないんだけどさ、なんか口寂しいっていうので、なんとなくフルーツが食べたい感じがするんで、食後にちょこっとフルーツ食べたいんだけどな、みたいな感じがするんで、で、普段飴玉舐めないんだけど、だからもらってきたはいいけど舐めないんで冷蔵庫に入れたんだよね。で、それをじゃあね、なんかちょっと舐めようかなと思ってさ、1個取って、で、袋開けたらさ、飴玉がさ、すっげえちっちゃくて、あれちっちゃみたいなさ。ね、多分これちっちゃくなったんだろうね。もともとこんなちっちゃくなかったんだろうねって思うんだけどさ。だから大体昔は飴玉開ければ、まあ中身こんくらいだったよなっていうのね、なんか飴玉1個って想像したらこんくらいだよなっていうのがさ、出てくるんだけどさ。ね、なんかちっちゃいのが出て、ちっちゃいの出てきて、なんだこれちっちゃいと思ってな。ちょっとびっくりしました。なんだっけ。期待。ピンさん、平飼い卵って高級。
声優では絶対に値引きしてくれません。そうそう。ほぼ卵値引きしてることってないんだけどさ。なんかたまたま値引きしてくれてるの発見しちゃったもんでさ、味しめて、なんかまた値引きしてくれないかなと思ってさ、足しげく通ってたんだけど、最近なかなか割引してくれてることがなくて。で、この前、きゅうり安くしてくれてないかなと思って行ったら、ちょうどきゅうり半額あってさ、やったーと思って。で、卵も安くなってたらいいなと思ってみたらさ、シール貼られてたんで、やったーと思ってさ、喜んで買ったら、なんだ、値段一緒じゃんと思ってな。ねえ、ちょっとがっかりみたいな。で、だからさ、最近、だし巻き卵作るのに、専用のフライパン買いました。ね、あれもさ、作り慣れてればな、上手にっていうか、まあ私はあんまり上手には作れないけどさ、それなりにな、それなりに、だし巻き卵のな、フライパン使えば割と上手に作れたりとかするんだけどな。普通のフライパンで作ろうとするとなかなか難しいよな。だけどさ、普通のフライパンでさ、なんかちゃんと上手に作る人いるんだよ。いるからさ、なんかちょっとね、そういう言い訳できなくてな。牛さん。だし巻き卵ってだしはどうやって作るのですか？キニさん。飴を小さくする企業努力って切ない。てんたまさん。ヨッシーさん。だしは本だしです。ね、まあ、いろいろと、方法はあるよな。最近はだってほら、白だしとかいうのが売られてんだろ？私はその白だしっていうのは使ったことがないんで、わかんないけど、まあ、それが要はだしっていうことなんだろうから、それを使えばいいだろうしな。あとはまあ、めんつゆ薄めてな、それ使えばいいだろうし、みたいのもあるよな。キンさん。まさん、ニューフライパンで、だし巻きを作るのですね。自分で作るとアレンジできて美味しく作れそう。ああ、そうだよね。いろいろ中に入れたりとかできるもんね。そう、海苔が入ってるさ、だし巻き卵、まあ、海苔好きなんでね、が好きなんだけど、あれはどうやって作ってるんだろうっていうのがわからないね。自分で作ろうとするとね。てたまさん、いろいろ試してみて、やっぱり本出しだなと、あ、もうすでにいろいろ試されてたんでございますね。さすがでございます。もしさん、本出しの粉末を入れるのですね。おきにさん、最後はダメだし。てったまさん、そうですね。本出しを牛乳で溶いておつだね。なるほどな。牛乳好きな人はね、そうかもしれないな。だからあれだね、そうしたらスライスチーズとか入れ出すかもしれないな。で、あとなんだったっけな。海苔。海苔ね。岩海苔じゃない。青海苔か。青海苔が入ってんのとかあったっけか？牛乳。私はだし醤油と蜂蜜入れてます。いろいろとみんなね、やってんだな。だし巻き卵は買うもんと思ってからさ、自分で作るもんと思ってないんでな。なんかそっか、いろいろとみんな結構やってるんだね。天太さん、海苔を巻くのもいいですね。そう、海苔好きなんでさ、海苔が入ってると嬉しいんだけど、あれね、自分で作ろうとした時に、ってなるわけよ。これどうやって作ってんだっていうのが、すげえわかんないんだよね。うーんと、時にさ、そんなにいろいろと入れるんですね。ね。センターさん、大の海苔巻きます。ね、卵と海苔ってね、海苔玉っていうぐらいだから、ほんとさ、卵と海苔って合うよねっていう感じな。てんたまさん。カニタンさん、蜂蜜は
オリジナリティありますね。ね、蜂蜜は考えたことなかったな。なんか甘いの入れないんだよね、うちね。だからまあ入れるとしたら、お酢かな。お酢とか、あとは、なんだっけ、マヨネーズか。マヨネーズを入れるとか言うじゃんか。まあだから自分で作るときはお酢と、あとはなんか片栗粉を入れると固まりやすくなるんだったかな。なんかお酢と片栗粉を入れるといいみたいな話だった気がするね。だからそれかなっていう感じ。で、うちの母親はまあ醤油入れるんで、醤油入れると記録はならないんだけどね、みたいな、ね、感じだったかな。あんまり作った記憶がないから語れないな。厚焼き卵で語れないな。ただ最近あれなんだっけ、卵サンドが人気みたいで、で、しかもそのさ、厚焼き卵をサンドした、卵サンドが人気あるらしいじゃんか。で、私もね、厚焼き卵の卵サンドは好きなんだけど、最近はだからブームだからどこもかしこもさ、厚焼き卵の卵サンドが売られてんだけど、前はなかったもんね。マヨネーズでね、フィリングにしたやつを挟んだ卵サンドでな。あんまり厚焼き卵をさ、挟んでるとこなかったけど、最近なんかね、どこもかしこもね、卵サンドで。で、しかも、厚焼き卵のだからな。まあ、美味しそうだなとは思うんだけど、昨今何でもかんでもさ、チーズ入ってっから、チーズ入ってっかな。大丈夫かな。みんなが好きってことは私好きじゃないかもと思ってさ、ちょっとね、警戒するんだよね。と、おきにさん、納豆入れたら美味しそう。カニタンさん、健康効果が半端ないので、砂糖の代わりにおすすめです。ああ、確かにね、砂糖使うより蜂蜜の方がいいだろうね。あとはまあ、うちだったらみりんかな、使うとしたらな。まさん、納豆オムレツですね。ああ、確かにそうだな。フィニさん、第35回、だし巻き卵選手権しましょう。34回開催されていたんだな。吉井さん爆笑。てんたまさん、優勝賞金ください。そうだな。優勝賞金あったら、がぜん、参加しますけど。そんな感じだね。お気に入りさん、メッセージが撤回されました。カニタンさん。第1から34回、いつ行われたね、いつどこで行われて、誰が優勝したのか気になるとこだよね。どういうのが今までね、優勝してたのか、ちょっと、ね、探り入れたい。探り入れたいもんな。ちょっと気になるよな。どこで開催するんだろうな。金さん、検討中ね、第35回はどこでされるんでしょうかね。どこですれば、7月5日、7月5日の話な。なんか続きがあったというか、あの話の続きというか、ね、だから安江さんがさ、それもかよっていうのでさ、もうって今日頭抱えたんだけど、朝 YouTube 見た時にさ、それもと思って頭抱えたのがさ、まあ、縄文時代に、ね、自分が乗ってた宇宙船が故障して、で、地球に不時着して、でね、その時地球には、なんか石とか木とか、まあそういうもんしか材料ないから、UFO のね、その修理がね、これできないと。じゃあダメだと思って、助けが来るまでここで待つしかないかって諦めたんだってな。で、その時に縄文人たちが、あ、神様だと思って、手厚くなんかもてなしてくれたらしいか。で、なんかそれじゃあまあ申し訳ないからっていうので、まあ自分が持ってる技術を教えて、で、なんだっけ、縄文の文化ができたよっていう話で、
じゃあもうさ、安江さんいなかったら日本ないじゃん。もうなんだよ、それ、と思ってな。ちょっと頭抱えたよっていう感じだったな、今日はさな。きにさん、卵サンドに醤油をかけて食べたい。あ、醤油かけたら、まあ確かに卵にね、合わなかないから美味しいだろうね。手沢さん、7月5日、はい。結局7月5日なんかあるらしいもんな。だから7月5日はね、本当はまあ表向きは隕石がね、衝突するからみたいな話だったけど、まあそれはバイデン政権だったから、ね、で7月4日がアメリカの建国記念日だったっけなんとか記念日だから、お祝いムードでね、みんながヘベレケになってるところでやるぞっていう計画があったから、だから7月5日なんだっていう話だったんだよね。で、それがトランプになったから、その話はなしになったよっていう話をし始めたんだよね。だから安江さんが言い出しっぺだったのになんだよってね、一瞬ざわってなったんだけど。でね、なしになったよって言いたいところなんだけども、実はまだ、あります。だから結局なんかあるんかいっていうね、ことになったんだよね。まあ、ただ、だからといって安江さん自体もね、なんか、備蓄してるわけでもなくな、7月5日に死ぬ気で死ぬ気で就活とかもしてるぐらいだったからさ、危なんだいな、みたいなね。だから死ぬときは死ぬしな、もう生きるときは生きるし、もうなるようにしかならないんだよねっていうの分かってる人たちだからね。別に、備蓄したりとかしてないんだよね。金さん、あ、そうか、藤子さんは7月5日は忙しいかもですね。ヨッシーさん、7月5日何が起こるのか楽しみですね。お気に入りさん、軍隊休暇中との言い訳はなくなるのですかね。ヨッシーさん、大地震、富士山、大噴火、日本沈没、ね、今、サントリーニ島がさ、やられてんだな。で、と思って、なんかいつか行ってみたいところではあるような、ないような。昔は行ってみたいなと思ったんだよ。なんか猫がね、いるみたいで、ね、猫が映える場所なんでさ。で、その写真見たときに、うわーって思ったんで、まあ、最初にね、猫がいる場所で行ってみたい場所って思ったのがサントリーニ島だったんでさ、なんか行ってみたいなっていうので覚えてたんだけど、今そこがね、すごい地震で、ね、その島民が避難するみたいな状態になってるらしくって、でさっきちょうどたまたま、ね、今日、日曜日に動画出してる人の動画をさっき見たんだけど、で、そのサントリーニ島の話題が出て、おっと思ってさ、でね、何言うかなと思ったんだよね。そしたら、まあ、そのサントリーニ島にチャネリングして、いや、本当だ、とかって言ってて、で、どうもね、その、電磁パルスみたいなさ、そういう宇宙からのさ、電磁波的な、その人に影響が出るようなやつは、人だけじゃなくて、その、さまよえる魂っていうの、そういうのにも影響するんだって、へえと思って。そうなんと思って。ね、この体を持ってる人間だけじゃないんだと思って。で、そっちにも、作用しちゃってんだって。で、島の下が、なんかそういう磁場的なところになってて、そういう魂がいっぱいいて、で、そこに作用しちゃってるんで、で、揺れが起きちゃってるみたいな話をしてて、へえーと思ってな、面白いって、面白いと思ってな。ね、そんな感じでした。てたまさん。令和7年、そうか、令和7年か。
7月7日まで生き延びることができるかな。お気に入りさん。地震回数が多くて何か起こりそうで怖いですね。カルデラ島でしたか。お気に入りさん。37でコインが出そうですね。37でコインが出る？牛さん爆笑。てんたまさん。八夜は暑いでしょうね。と、地震回数が多くて、カルデラ島で37でコインが出そう。パチ屋は暑いそうだない話が。ついていけてない。また置いてひぼりを食らっている。7月、7年7月なのか、そういうことか。なるほどな。なるほど、そっか。777だからそうね、一番あれだっけ、いいんだったっけね、それってね。そう。で、7月7日、私の誕生日が7月7日の予定だったんだっけな。で、2日早まって5日に生まれたんだったっけな。てたまさん。で、スロットやパチンコでたくさんできますよとね、話やな。お気に入りさん。開店前から並ばないと、そう、うちの父親はなんかね、パチプロになろうと思ったらしいんだよね。なんかパチンコが上手なんで、パチプロになろうかなって最初思ったらしいんだよね。ただまあほら、昔はさ、禁煙じゃなくてさ、ね、分煙してないからさ、パチンコ屋さんってタバコの煙ですごい煙ってたじゃん。で、父親はタバコ吸わない人だったからさ、なんかこの煙がやっぱダメだなと思って、で、パチプロはやめたらしいんだよ。もう何でもできるからいいよなと思って、あの人な。羨ましいよなって思うよ。お気に入りさん、藤子さん、ギャンブラーの血が流れとるんですね。そうなんです。そうなんですよ。だからこんな生活してるんですよっていう感じ。ね、地に足つかない生活をずっとしておりますよっていうね、感じですよ。で、あと、そうなんだって思った話がね、その安江さんの話で、一個あったのが、水爆がさ、ね、日本もさ、いっぱいね、海に沈んでるっていう話じゃんか。ただその水爆っていうのは、爆発しないっていう話だったよな。安井さんの話で。だから、そうなのかと思って。まあ、それをね、脅しに使ったりっていうことはあるかもしれないけど、実際あれは、技術的にもうほぼ不可能と言っていいほど爆発させることはできないから、爆発できないとか言ってたな。テータワさん。お父さんは普通の仕事に興味がないのですね。はい。そうなんですよね。お気に入りさん。自分は藤子さんに投資。ローリスク。ハイリスクノーリターン。はい。ノーリターンですね。いや、ノーリターンってことはないだろ。こんだけ頑張って動画作って編集して、ね、お見せしてますからな。十分リターンしてると思いますが、どうでしょうか、ダメでしょうか。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。
はい。アメさんタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。こね、みこさんのかわいい笑顔最高っす。ヨッシーさん、パチンコで毎月買っている後輩がいました。毎月の給料は下ろす必要なしだと言ってました。会社辞めないのと聞くと、今のスロット代に政府の、規制が入るかも。ああ、そうなんだ。てんたまさん、ローリスク入りたんでよかったね。よかったね。ナイスパ、ありがとうございます。てんたまさん、今、スロは稼げないでしょ。あ、そうなの。3号機の頃ならまだね、皆さんいろいろ知ってらっしゃる。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？いいとも。じゃんけんぽいよ。はい。ではでは、いい夢見てでおやすみなさい。バイなら。